1の字1の字1の字。大きく1の字です。いい感じか。もうちょっとめっちゃうまいでもう一個Welcome to Unpacking Japan. I'm your host Toby, and today we are in beautiful Kyoto, close to the Golden Pavilion, where we're going to take you to experience a traditional Japanese tea ceremony with our former podcast guest, Olga. Let's go have a look. We are here at the beautiful Toto-sha, where Olga is a tea ceremony teacher, and today she's going to introduce us to her sensei, Eriko Sensei, and we're going to experience a tea ceremony in this very beautiful traditional house in Kyoto. Good morning, Olga. Good morning. Thank you very much for having us here today. Thank you for coming. It's a very beautiful house, and you've been practicing tea here for how many years already? Here, I've been practicing for about 4 years now. This is the house that used to belong to the Daitokuji temple, which is nearby. And now this is the place where tea people practice in. All right. So how about we just go and have a look what it's like? I think you've prepared a very beautiful ceremony with your teacher. Let's go. Tobi desu. Yoroshiku onegaishimasu. So we are here in the beautiful tea room, the chashitsu, and we are sitting in a traditional seiza position in front of a tokonoma. So Olga, can you tell us a little bit what usually happens in this room? This is the most important part of the tea room, and the hanging scroll is kind of the main object of the whole gathering, so it creates the whole atmosphere. Usually when guests arrive to a tea house or tea room, they first take some time to get prepared, and then once they're prepared and called by the host, they can enter the room. And then once they finished viewing, observing the scroll and the flowers, they go to their seats. Usually it's quite empty, and then the host usually brings everything they need for procedure with themselves and do that in front of the guests. 全部この手順っていうのが決まっていて、もともと一番最初にこうお茶が渡ってきた時の形があるんですけど、その順番に運んでくるっていう感じですね。It's a little bit intimidating, the story behind it and the many procedures that each have their own meaning for it. It's kind of a humbling experience. 古谷さんはうちでは4年ぐらいですけど、合わせると11年ぐらい？日本語と一緒ですね。ご承諾いたします。じゃあこれを頂戴いたしますって言って、こう持って横横と持って、でこうやってちょっと感謝します。で箸先をこういう感じで広めて、でこのまま持ってこれを使って食べます。すごい。すごい柔らかいので結構しっかり。おー、美味しそう。美味しいですよ。で、いつも、お茶を飲む前に和菓子を、そうです。これはどういう意味ありますか？これはもともと抹茶っていうのはお薬だったんですね。薬として入ってきたので、今でもそうですけど、お薬飲む前ってご飯食べたりとか、胃を空っぽにするのはダメですよね。なので少しまずお腹に入れてからお茶を飲む。美味しい。抹茶とあんこの合わせる、美味しいですね。今日は今お菓子の表面にすすきの焼き印がありました。でそれですすきのっていう秋の風景の名前がついてます。で私のお菓子は今日は菊の花のお菓子で、ちょうど9月10月は菊の花の季節なので、季節に合わせて選んでます。でこれ最後にこう汚れた面を下から1枚取ってきて、
て、でこうやって半分に折ります。お手前頂戴いたします。で最後抹茶を飲むときは音でっていう音を立てて、これで飲み終わったっていうことと、あとこれからこのお茶碗をこう拝見というか見るんですけど、その時にここに残りすぎてるとこれが雫お茶がこぼれてしまうので、そのためにもしっかり吸います。この高さで拝見する、これは NG なんです。ここで下の下の方でこうやって、とても綺麗だ。これも100年ぐらい前の100年前だから指輪と腕を外したんですね。そうなんです。もう少し前にそしたらお茶碗をこう右手でこう持って膝の前にこう置きます。綺麗な手ですね。いい感じです。そしたらお茶碗をこう右手で取って、でさっき私はお先にっていう風に言ったので、今度は飲み終わった人に対してご一緒に飲みますっていう意味でお小番します。お小番します。お小番いたしますっていう風に言ってみます。お小番します。ご自身の前にこうお茶碗を置いていただいて、立ててくださった方に対してお手前頂戴いたします。お手前頂戴いたします。そして右手で取っていただいて、左手のひらの上に乗せたらこういう手をして一度こう感謝します。で右に2回回します。でこれで飲みます。で飲むときにワインとかと一緒で空気と一緒に召し上がってみてください。美味しい。軽いですね。後味も出てくるね。あ、いい感じですね。そしたらこう人差し指と指ピュッと時計回りと反対なんで。時計回り。そう。で外に置いて、これでこうやってみます。エリコ先生は、なぜ茶道を勉強し始めたんですか？私は9歳の頃に、なんでかあんまり覚えてないんですけど、ただお茶美味しい、お菓子美味しいっていうところから始まって、その後学んでいくうちにいろんな方が一緒にこう集まれる場所、共通言語としてこの作法がある、それもなんか面白くて、どんどんその魅力にハマっていった感じですね。でいつの間にか仕事になってた。素晴らしい。今後のことを言えば、400年以上もの間いろんな戦争だったりとか、感染症だったりとか地震だったりとか、いろんなことがあっても残ってきてるわけですよね。で実際今回はもうこの人がこんだけ近い文化ってもう終わるのかなって最初思ったんですけど、怖かったんですね。むしろ逆で、この距離でお茶を出してそれをいただくってすごい信頼関係のもと成り立つわけで、その安心感を求めて来る人が結構多いんだなって思って。すごい。全然計画できないですね。将来は将来だ。で今のような茶道が終わったらこのような話は普通ですか？話す時もあります。話す時もあります。喧嘩したりもします、たまに。喧嘩もいや、喧嘩というか、こういう空間って不思議なのが、自分の感情、この距離で見ると私とか今日疲れてるなとか、なんかイライラしてるなとか、今日目を使ったんだなとかすぐわかるんですよ、動きだけで。感情が溢れてファーって泣く人もいれば生の人間がちょっとこうむき出しになる瞬間みたいなので、
でそれもある意味この近さでこうお茶を飲むから出てくるものなのかなと思って、ちょっとそれも面白いなって。これはセーフスペースですね。この茶室の中で何も言えるし、自分の感じとかリリースできるんですね。そうそう。Alright, now it's my turn. こっちの右手で蓋を開けます。で、2尺すくいます。2尺。そう。そしたらこの2尺を下から持ち上げて、これ一回置いてもらっていいですか。ここでこう乗せて、こう持ってくる。はい。どのぐらいですか？たっぷり。こう持ってきて、そう。で、半分ぐらい。OK です。で、戻します。ここに置いたら、今度、ここに置いて、いいですよ。パッと。そう、それでスッと下ろします。かっこいい。OK。で、茶筅に触って、で、まっすぐこう、下に向くように、そう。で、左手はこう、茶碗に添えて、で、背中伸ばして、で、1、まっすぐ1、大きく1。そうです。1の字。1の字、大きく1の字です。いい感じか。もうちょっと。で、今度、大きい泡ができてきたら、その茶筅を少し表面に持っていくようにして、この M。いい感じです。で、最後、丸を書いて真ん中から抜きます。いい感じですね。はい。で、ここに戻します。そう。そしたら、右手でお茶碗取って、左手のひらの上に乗せて、反対、奥の方ですね。トライス奥。で、ここに出します。そう。いい感じ。で、もう一個。そう。えりこ先生、今日はたくさん感謝しております。ありがとう。本当にすごい経験でした。とても楽しかった。よかったです。で、今からも、たくさんのお客様、ここに来てほしいです。この経験。そうですね。ぜひ体験していただきたいです。ありがとうございます。先生、ありがとうございます。どう締めますか？Thank you, Olga, for this beautiful experience here at Totosha in Kyoto. This was a very, very interesting and inspiring tea ceremony. I'm very glad. It was very unique, and I wish that everyone could experience this once. If you have questions about tea ceremony and you would like some answers, please don't hesitate to leave us questions. We'll be able to answer them, and Olga will, of course, help us if this is out of our knowledge. And if you want us to make more videos like this, please hit the like button and subscribe to our channel, and we'll be able to go for more episodes on location. Thank you for watching. Thank you for listening. Have a good day and see you next week. Bye. Bye.